さて、まだまだ気温の上がる日もありますけれども、すっかり季節は秋になりましたね。今回は10月の胡蝶蘭のお世話とさせていただきました。ちなみに今年の立秋は8月の7日だったそうですよ。先日の、花芽を出すためにどうするかという動画の中でもしつこく話したように、いよいよ気温が下がってくると胡蝶蘭にとっては花芽を出すかどうかという1年の中でも一大イベントを迎えるわけですけれども、今日はそれ以外のお世話について話そうと思います。皆さん一番気にされる水やりですけれども、基準は温度と株の成長具合です。胡蝶蘭が成長をやめるかどうかの境目は最低気温15度ぐらいだと私は思っています。最低気温が15度以上であれば、梅雨時期のようにみるみる根っこが伸びるというような成長ではなくなるものの、ゆっくりゆっくり成長を続けるという意味ですね。そして株が成長をしていれば水が必要になりますから、胡蝶蘭が欲する分のお水をあげないといけません。ただし温度計だけを見て水やりをすると失敗すると思います。生産農家さんのようにですね、同一品種で、同じような成長過程のものばっかりたくさん集めて管理をしているというのであれば、一斉にお水をあげて、大体大丈夫だろうとは思いますけれども、私たちは趣味の栽培ですから、同じものばっかり集めているわけではないですよね。なので観察が必要になります。根っこにたくさん成長点があるとか、新しい葉っぱが成長しているとか、株が成長をしていたら株はお水を必要とします。株の様子を見ずに、もしくは、成長しないのは水が足りないからと思い込んでジャブジャブお水をあげるのは胡蝶蘭にとってはとても危険です。まずはよくご自分の株を観察してくださいね。ちなみに根っこの成長点というのは単にあるなしではなく、その大きさも目安になります。成長点が長く伸びていたらぐんぐん成長している。これが短ければゆっくり成長しているという状態です。この胡蝶蘭の根っこの成長点っていうのはこの品種によって違いますので、ご自分の株が絶賛成長中の時はどんな様子か、また成長をやめている時はどんな様子なのか、普段からよく観察していれば、季節の変わり目のデリケートな今みたいな時期でも育て方に迷わなくなると思いますよ。ちなみに屋外管理をしている方は秋の雨には注意をしてください。梅雨時期の長雨にはずっと打たせていても大丈夫なんですけれども、そろそろ成長のスピードが落ちてきていますので、胡蝶蘭が欲する水の量っていうのは減ってきています。ずっと水浸しでいさせるのは良くないんですね。半日ぐらいならしとしと降る雨に当てていても全然大丈夫なんですけれども、秋雨前線とかの関係で何日も降り続きそうな場合にはですね、雨の当たらない場所へ移動させた方がいいです。その時注意したいのはですね、移した先がですね、直射日光が当たってしまうような場合ですね、晴れ間に日焼けをしてしまいますので、置き場所はよく注意をしてください。あと4月の動画でこれから成長期を迎えるにあたって植え替えが必要な株は植え替えちゃいましょうっていう動画を作ったんですけれども、次は秋の植え替えについての話です。基本的に秋には植え替えをしません。植え替えというのは株にすごくストレスを与えますから、植え替え後っていうのは人間でいうと病み上がりみたいな状態になるわけですね。安静とか養生っていうものが必要になります。動画を出した春、一番適した時期を逃しても、8月ぐらいまでは植え替えをしてもいいんですけれども、これからはもうやめた方がいいですね。
病み上がりの状態で気温の下がる冬に突入してしまうと、すこぶる調子が悪くなります。どんな風になるかというと、成長が止まったままになって、次の春になってもですね、動きの悪いものっていうのが多くなるんですよ、私の経験上。急を要する状況であるというのであればやるしかないですし、冬の間も最低気温が18度以上、できたら20度以上、しっかり温度が確保できる環境で育ててらっしゃる方なら植え替えをしても大丈夫ですが、そういう環境を用意できる人はきっと少ないので、次の春まで待った方がいいですね。我が家ではこれまで動画の中で繰り返し言ってますけれども、真冬でも15度以上を確保しています。15度ですと植え替え後の株とか胴切り後の株とか、まだまだ小さい赤ちゃん株なんかには厳しいです。我が家の環境でも真冬の赤ちゃん株は、枯らすことが多いですし、植え替えをした株は動きません。植え替えに関して言えば、秋に植え替えた株より、成長期目前まで待って植え替えた株の方が成長期の間の動きがいいことが多いです。秋に下手に触った株っていうのはへそを曲げちゃって春になってもなかなか動かないっていう経験があるので、だから秋にやる意味がないんですね。春まで待った方がいいです。植え替えをしちゃおうかなって思ってる人、例えばもう根っこがパンパンだから、もうこれからの時期そんなにもう根っこ伸びないので大丈夫です。植え替えをせずに長いこと放置して立ち上がっちゃって見栄えが悪いっていうような株の場合ですね、それまで長いこと放置してきたんですよね。今更じゃないですか。来年の春まで待ちましょうよ。この株見てください。7月に小株特集という動画で紹介をした今年出てきた小株なんですけれども、同時期に小株として誕生した株と比べてこんな感じです。まだすっごく小さいですよね。この子はね、この小ささで冬に突入すると冬越しできないかもしれませんね。この時期に株にストレスを与えるとその後うまく育たないというのは想定内ですけれども、枯れちゃうというリスクもあるということをご承知ください。なので、秋に植え替えの必要を要する株っていうのはですね、このままでは枯れてしまうという株に限られるんじゃないかなと私個人的には思います。あとこの時期気をつけたいのは日差しです。気温はだいぶ過ごしやすくなってきていますけれども、まだまだ日差しは強いです。どんどん日差しの角度が下がってきていて、夏至の頃には完全に日陰だった場所も今ガンガン直射日光が当たっています。日差しの角度が変わるのはね、まだこの後冬至まで続きますので、置き場所には本当に注意してください。葉焼けっていうのはほんの短時間でこれまでの努力を全て水の泡にするような破壊力を持っていますので、葉焼けだけはなんとかさせないようにしましょう。この株は、私が去年ひどい葉焼けをさせてしまった株ですね。それまでついていた葉っぱをだいぶやられてしまいました。未だにねちょっとね傷んだ葉っぱも残っているんですけれども、今年なんとかね、元気を取り戻して新しい葉っぱ2枚出してくれましたので、去年はね結局咲かずじまいで終わってしまった、我が家の数少ない株のうちの一つです。この冬はですね花芽出してくれるんじゃないかなと期待していますけれども、今回は10月に入る頃から特に注意したいことについてお話をしました。春からのお世話が報われてお花の兆しが見え始める季節です。お花が見られるようにこの時期乗り切って頑張りましょう。それでは今日の動画はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。実は最近 DIY にハマってまして、というのもこのね
ダイニングテーブルを変えたんですよ。そしたらね、このダイニングテーブルだけね、なんかすごく素敵すぎて浮いちゃってるんですよね。部屋の中があまりにもいろいろ気になってきて、いろいろ手をつけてるんですけど、今はキッチンのもともとシステムキッチンの収納をぶっ壊してですね、一から新しく作ってるんですよ。もう気違いの沙汰ですよね。そろそろ涼しくなってくるので、もう冬の大掃除も巻いて今のうちにやっときたいですし、結構なんかバタバタ忙しくって動画撮ってる場合じゃないんですよね。まあ皆さんもお忙しいと思いますけど、コチョウランのお世話頑張りましょうね。さよなら。